こんにちは、ぴょんです。日本屈指の名旅館、浅場さんに宿泊しました。静岡県の奥伊豆にある修善寺温泉に位置しています。地名にもなっている修善寺は弘法大師空海が開いた禅寺です。1484年、修善寺の堂守を務めた浅場薬郎行忠氏が門前に宿坊を開いたことがこちらの旅館の起源で、代々浅場家によって受け継がれ540年の歴史を持っています。夏らしい清涼感のある波模様の大きなのれん、木彫りの装飾が見事な唐破風屋根の堂々たる風格。これから待ち受けている至極の時を思い心が躍ります。ルレーシャトーという組織をご存知でしょうか。厳格な審査をクリアしたお宿やレストランのみが加盟できる世界的組織で、1988年に日本の施設で初めて加盟したのがこの浅場さんです。約1万坪の敷地に足を踏み入れると、外界から隔絶されているかのようなゆったりとした時間が流れています。錦鯉が泳ぐ池の向こう側には滝が落ち、セミしぐれと水音の重なりに成果を改めて実感させられる8月の上旬です。そして浅場さんが旅館として一線を画す象徴が能舞台月経殿です。修善寺芸術機構と題し、能楽や狂言など日本の古典芸能の公演が人間国宝の野村万作氏などをはじめとする一流の師により行われています。客室へ向かう途中には標柱が置かれていて、思わず皆歩みを止めます。そこかしこで風流な演出があり、受け手も感性を研ぎ澄ませている方がより楽しさが膨らみます。客室数は全部で12室。予約したのは2階にある同段のお部屋です。料金はこの動画の最後に発表いたしますので、お部屋とお食事、館内施設やサービスなどの内容からいくらか予想しながらご覧くださいませ。同段は12畳の本間と18畳の寝室を持つ80平米のお部屋です。足元にはさりげなくクッションが置かれています。チェックインは14時30分、チェックアウトは11時30分です。煩雑な手続きは一切なく、お茶とお菓子をいただきスムーズに終わりました。お茶と不満重の美味しさに加え、おしぼり一つとっても上質なものだとわかります。伝統と日本家屋本来の美しさを守りながらも、現代的な居心地の良さや機能が調和する美しい空間です。例えば本間は足を痛めないテーブルと椅子のスタイルですが、椅子に腰掛けた時の目線に合わせて床の間などのしつらえが従来よりも高めに整えられています。テレビと電話機は扉の中にしまってあり、景観に触りません。ふと上に目線を上げると板目の揃った端正な天井。照明も至ってシンプルで引き算のインテリアです。扉の一つは開けるとクローゼットになっていて、浴衣が1人2着ずつそれぞれの身長に合わせて用意されています。続いて寝室をご案内いたします。ちなみに扉の開閉時に気づいたのですが、扉の滑りが良くなるよう3の部分だけ材質を異にしてあります。寝室は本間よりさらに床面積が広くて、天井が高くゆとりを感じる空間です。
窓と反対側の天井からも明るい光が差し込んでいます。熟練のスタッフによるベッドメイキングにも定評があり、ふわりと空気をはらんだお布団とピンと張られたシーツが美しいです。電気やエアコンのスイッチ、リモコンなどが2つのベッドの間にまとまっています。ベッドの横、お部屋の一番端には金庫と電話機が置かれていました。世界的な美術家リ・ウーファン氏の版画、今時期の自然と色がマッチしています。随所に高い技術が施された天童木工のロッキングチェアは、イサム・ノグチ氏がアトリエで愛用していたことでも知られています。またこちらのお部屋も天井が規則正しく美しいです。テレビは本間と寝室に合計2台あります。ドリンクコーナーを見ていきましょう。冷蔵庫の中身は無料です。修善寺のクラフトビール、みかんジュース、静岡茶、伊豆の天然水が入っています。静岡県は日本一のお茶の名産地。土壌と気候が茶栽培に適していて、日本の茶畑の 40% が静岡県にあります。コーヒーはサルタヒココーヒーのドリップ式、紅茶はイギリスのアーマッドティーです。ウェッジウッドのカップに木製の茶卓が合わせてありました。こちらのお部屋のクローゼットの中にはパジャマが用意されています。ガーゼのような触り心地の優しいコットン生地です。最後にバスルームをご紹介いたします。正面が鏡ではなく一面窓というのは今までありそうでなかったデザインで気に入りました。左右の壁に鏡が配され、まるで窓が3つあるようです。日本が誇る綺麗な水回り。基礎化粧品はセンサイという日本生まれの高級コスメブランドで、メイク落とし、洗顔料、化粧水、乳液が置かれています。タオル類もふかふかで上質です。特にガウンの素材は滑らかできめ細かく、高級感がありました。美しい景色はお風呂からも楽しめます。お風呂の素材として最高級品の高野巻でできた浴槽に、日本百名湯にも選ばれている修善寺温泉を源泉かけ流しで、泉質は保湿効果があるメタケイ酸をやや多く含んだ単純温泉、pH 値 8.51 のアルカリ性です。お風呂中に高野巻の良い香りが充満しています。蛇口から出てくる温かいお湯はすべて温泉のようです。トイレは TOTO のネオレスト。最後にお部屋の入り口の鍵ですが、取っ手についている丸いボタンを押してから扉を閉めることで鍵がロックされる仕組みになっています。ゆったり館内を散策してまいりましょう。あちらに見えるのは世界的なアーティストハリー・ベルトイヤの名作ダイヤモンドチェアが目を引く開放的なサロンです。現代美術家宮島達夫氏の代表作デジタルカウンターがお出迎えしています。入り口を入るとフランスのコンセプチュアルアーティストダニエル・ビュランのアイコンストライプの作品。ソファーは広い間隔を持って配されています。私が前回浅場さんに宿泊したのは2020年の秋でした。今
回は2024年の夏ですので、約4年ぶりの再訪です。浅場さんは2022年と2023年に大規模な改修を行い、客室は16室から12室に減らし、サロンは従来の2倍に広げました。迫力ある岩肌の目の前に作られたテラスは隠れ家のようです。夕方になっても日差しは強く、セミの大合唱が暑さを助長しているようにも感じますが、きっと数ヶ月後にはこれが夏の良い思い出になるのだと、この熱も湿気も大切に受け止めています。ロビーの一角には広々としたショップのスペースがあります。館内で目にした調度品、お部屋に置かれていたアメニティなどが並び、一流の品々を使ってもてなしていただいていることが容易に理解できます。センスが高くおしゃれなラインナップで見ていて飽きません。館内には3カ所の浴場があります。まずは内風呂。木のぬくもりと石のクールさが融合したデザインです。お部屋の温泉も大浴場もすべて源泉かけ流しで、塩素消毒などもされていません。それでいてもちろん水質は綺麗です。歯ブラシやカミソリなどをはじめとしたアメニティ、基礎化粧品、ドライヤーとタオル類すべて揃っていますので、お部屋から何も持たずに来ることができます。2つ目は露天風呂。内風呂は男女それぞれの浴場が用意されているのに対し、露天風呂は1つしかありませんので、時間帯で男女が分かれています。夕方も朝も夜も違った景色を楽しめるよう、男女の入れ替えはとても頻繁に行われますので、露天風呂の入り口に置かれている立て札の表示や、お部屋に置かれている時間割をよくご確認ください。竹林と池を望み、四季折々の自然を楽しめる美しい環境で、今の時期はハスのお花が咲いていました。アルカリ性のお湯は肌の表面をつるりとクレンジングしてくれます。最後の一つは貸し切り風呂です。修善寺温泉は伊豆半島で最も古い歴史を持つ温泉地で、平安時代初期の西暦807年に弘法大師空海により開湯されたという伝説があります。源氏ゆかりの地でもあり、鎌倉時代の逸話にもよく登場しますし、江戸時代中期には温泉地としての開発が進みました。明治時代以降には交通網が整備されたことから静かな環境を好む文豪からも愛され、夏目漱石、芥川龍之介、川端康成などの著名人がこぞって滞在し、数々の名文学作品が生まれました。3カ所の浴場付近にはミネラルウォーターが用意されています。全12室のお部屋は8つの価格帯に分かれています。浅場さんにお泊まりになられたことがある方は、それぞれのお部屋のご感想をぜひコメント欄で教えてください。さて、お風呂からお部屋に戻ってきて、冷蔵庫の中に入っていた修善寺ビールをいただきます。夏のお風呂上がりにビールは最高ですね。浅場さんの魅力は美しい景色や美術品、温泉だけにとどまりません。お食事のレベルが非常に高く、グルメサイトの口コミ評価ではホテル旅館部門で全国第1位に輝いています。先付けはウニと毛ガニのいい蒸し。一品目からインパクトのある豪華な食材が使われています。
2品目は旬のトウモロコシのお料理が2種類です。カンカン娘という品種のトウモロコシが使われていて、カラッと揚がったかき揚げと味わい深いすり流しを楽しめます。やっぱり日本料理は落ち着きますね。食前酒として供された修善寺の日本酒万葉を1合お願いしました。お部屋食でありながら冷たいものは冷たく熱いものは熱々でという温度管理が想像以上に完璧です。3品目はすっぽんと冬瓜のお椀。一切臭みがなく芳醇な旨味が出ています。4品目はお作りの盛り合わせ。地元産のメイチダイ、アオリイカ、島味の夏野菜あえ。メイチダイは上品な脂が乗っていて、アオリイカは柔らかく甘みがあります。島味は夏野菜と和えることでさっぱり爽やかです。5品目は夏の名物、鮎の塩焼き。地元の清流、鹿野川で採れた新鮮なものです。今までは鮎は小さい方が良いと思っていましたが、この時期の鮎は身に脂があり肉質が柔らかく、成魚には成魚の美味しさがあると気がつきました。ここでおしぼりとお箸が新しいものに交換されました。6品目は車エビとホタテ、たたきオクラと生姜のジュレ。黄色いお花はきゅうりのお花で、食べるときゅうりのお味がします。7品目は穴子の黒米寿司。一年中提供されている浅場さんの名物料理です。8品目はトコブシの唐揚げと万願寺唐辛子。トコブシはアワビを小さくしたような貝です。柔らかく揚げてあります。締めのお食事は鮎ご飯。蓼の葉は鮎と合わせる定番の薬味で、独特の辛みと香りが特徴です。お好みでご飯にかけていただきます。お味噌汁には夏らしく純菜が入っています。お出汁の塩味が抜群の味付けで美味しいです。デザートは3種類から1人ずつ好きなものを選べます。私は地元静岡県産のメロンにしました。しっかりと甘いですが、果物ですのでライトです。他の選択肢にはくず切りとブランマンジェがありました。最後にアイスクリームです。手前がみかん蜂蜜、奥は万願寺唐辛子のお味です。とってもお腹いっぱいになりました。どのお料理も美味しかったです。食後はお散歩がてら、また館内を散策。お昼間とはまた雰囲気が変わり、しっとりとしています。貴重な本が並ぶライブラリー。いつまででもここでゆっくりしていたいです。いつか修善寺芸術機構の公演がある時にも宿泊してみたいです。おやすみなさい。おはようございます。本日も快晴で清々しい一日の始まりです。朝食もお部屋食で、時間は8時から9時の間の開始で選べました。
開始時刻の15分ほど前になると中井さんがお支度にいらっしゃいます。温かいお料理は温かく、着席してから用意されます。それでは一品一品ご紹介してまいります。桜エビと枝豆の卯の花。もはやおからではなくお豆腐と思えるほどしっとりとしています。小松菜の白あえ、すりごまが香ばしく香ります。だし巻き卵は極限までだしの比率が高くて柔らかく、薄味で優しい味わいです。たっぷりの大根おろしが別皿で添えられています。蓋付きの器の中にはナスの甘皮に、地元産のアジの干物、しっかり脂が乗っています。板前さんの腕が光る薄くて面積の大きい削りたての鰹節。この鰹節は炊きたての白いご飯にのせていただきます。お米は一般流通していない修善寺のコシヒカリ。わさびも驚くほど美味しく、選び抜かれた食材であることがわかります。赤だしはしじみの旨味がしっかり出ていて、塩梅もちょうどよく完璧です。デザートはアメーラトマトの含ませ。しそのお花としそのジュースが合わせてあります。ごちそうさまでした。アクセスについてご案内いたします。浅場さんは静岡県伊豆市修善寺に位置しています。東京駅から最寄りの修善寺駅まで踊り子号という特急列車があり、乗り換えなしで120分です。新幹線の最寄り駅は三島駅で、三島駅から修善寺駅までは在来線で35分。修善寺駅からお宿まではタクシーで7分です。車ですと東京都心からお宿までおよそ2時間半くらいです。それでは料金の発表に参ります。この動画がご参考になりましたら、高評価やコメントで教えてください。もし皆様からご好評をいただけましたら、このような動画を今後も制作していきたいと思っています。源泉かけ流しの客室温泉に12畳の本間と18畳の寝室を持つ80平米同段のお部屋。豪華な夕食と朝食の2食付き。1泊2日大人2名の合計金額はおいくらでしょうか？正解は26万6500円でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきましてありがとうございました。